使えないわけなんですよ、日本語が。お前が英語喋れよ。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマは初めて日本で働くインド人の気持ちということで、ついに私は日本人なのにインド人の気持ちについて話し始めますでも今日はね、初めてインドから日本に来たインド人がどんな気持ちでいるかみたいな話を皆さんとシェアしたいと思います。でこれはね、初めてねインドからはるばる日本にやってきて日本で生活をし始めたインドの人、特にね私はねエンジニアのメンバーと一緒に仕事をしてるんですけど、彼らが初めてインドから日本に来てどんなことを考えているかっていう話ですよね。いろいろあるんですよ。今日はいろいろ思いついたことをランダムに話していきたいと思うんですけど、まずね、みんな日本に対するイメージってすごくいいんですよ。初めて日本にやってきて、インドからやってきてね、日本で働くとね、みんなねやっぱ感動します。すごいみたいな、日本すごいみたいな感じで、成田空港行ってパシャパシャパシャみたいな感じでセルフィー撮りまくりみたいな、成田空港イエーイみたいな感じでインスタグラムとかフェイスブックとかに上げるわけですよね。日本上陸みたいな感じで、それぐらいインドの人っていうのは日本で働くことをやっぱすごくね楽しみにしてるんですよね。実際家についてここからいろいろあるわけなんですけど、みんながね一番驚いてるのはね、日本の道路ではクラクションの音がないみたいなところを驚いてます。これどういうことかっていうとね、インド行くとね道路ってもう当たり前のようにそのクラクションって口を触ってダダダダってなってるんですよ。すごいうるさいんですよね。かつね、交通ルールっていうのが守られてなくって、悪い時なんてね車が逆走とかしてくるのね、インドだと。で車線も守られてないし、入っていくのとか結構普通にこうやっていくわけなんですよね。そういうところから来たインドのメンバーが日本の道路を見ると静かでみんなルール守るみたいな感じで、スピードもゆっくりみたいな感じですごい感動するわけなんですよ、最初のうちはねでね、実際に家に入ってくると。で家に着きますよね。最初はね寮とか会社の用意された寮とかそういうとこに住んだから1ヶ月ぐらい経ってから自分で家探したり入ってくるんですけど、家に着いて驚くこと、とにかく家小せえなみたいな感じなんですよね日本の家っていうのはとにかくインドと比べるとちっちゃいんですよ。田舎とか行くと少し大きいかもしれないんだけど、東京とか都市部で働く場合ね、まだまだ例えばソフトウェアエンジニアとかだと東京で働く場合が多いと思うんですけど、インドと比べると日本の物件っていうのはすごいちっちゃいんですよ。6畳一間とかありえないですよねインドのメンバーもね日本に来たら最初はちょっとこう安い賃貸とかで借りて入るんですけど、小せえなみたいな感じのところでね、もう一つ驚くところが家具が何にも揃ってないところ。日本の物件っていうのは家具が揃ってないの当たり前じゃないですか。なんだけどインドっていうのはね家具がついてるんですよ、物件に。で大家さんとかがもう冷蔵庫とか洗濯機とか、あとカーテンとかソファーとかベッドとかね、基本的な家具っていうのは全部揃えててくれてるんですよ。なんなら例えばね入居する時に新しい冷蔵庫に切り替えてくれみたいな交渉もできるんですけど、基本的に全部ついてると。それと比べてね、日本入った瞬間ねカーテンも何にもないじゃんみたいな、丸見えじゃんみたいな感じでみんなびっくりしちゃうんですよね。そこからみんなはね家具を買いに行くっていうところでまた奮闘するわけなんですよ。実際にねこう始まってやってくると、今度もう一つ大変なことが待っていて、公共料金系っていうの、携帯電話とかクレジットカードとか光熱費の支払いとか、これがまためんどくさいんですよ、インド人からするとね。何がめんどくさいっていうと、まずねドキュメントというか書類が全部日本語なんですよね。読めねえよおい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 みたいな感じなんですよ。かつカスタマーサービスに電話してみますよね。そうするとね、こちら水道局ですけれどもどちら様ですかみたいな。みんな日本語わかんないんですよ。アイムアヌクルみたいな感じで言うんですけど、もう一度日本語でお願いしますみたいな感じで、お前が英語喋れよみたいな感じでねみんなは思うわけなんですよね。そうやってみんな使えないわけなんですよ、日本語が。そういう時どうするかっていうと、私みたいなね日本語も英語もわかるメンバーに助けてくださいみたいな感じでこうお願いしてくるわけなんですよね。でここでねまた面白いことが起こるんですけど、例えば私がねそのメンバーの代わりに電話するわけじゃないですか。例えば水道のね契約をしたいですとか、そしたらねご本人じゃないとお話できませんって言われるわけなんです。そしたらさ、私としては別に本人に代わってもいいんですけど、あなた英語話せるんですかみたいな話なんですよね。そしたら英語話せませんと。でどうやってやり取りするのって話になっちゃうじゃないですか。こういう時は電話ありますよね。私の電話あったスマートフォン持ってきて、音をさみんなに聞こえるバージョンにして、私が横で聞いて、横でもう一人のインドのメンバーが聞いて、私がわざわざ英語訳してそれを日本語にして2人でやり取りするっていう、また不思議なことが起こるわけなんですよね。でもカスタマーセンターの人が本人じゃなきゃダメだって言うから、イエスとかノーのところだけ本人に言ってもらうわけなんですよ。でそれ以外の相手は全部私がやるみたいなね。
ね、そんなことも起こっちゃうわけなんですよね。実際に家具とかは一緒にニトリとかちょっと見てみたりとか、カーテンのサイズ測ったりとか、そういうこともやって、つまり日本に上陸して1ヶ月ぐらいはね、みんな住環境が整わなくて本当に落ち着かないんですよ。インドとかって普通にバンって入ればそのまま家具付きのね家に住めるからいいんだけれども、日本っていうのはね一から全部揃えなきゃいけないじゃないですか。私たちからすると当たり前なんだけど、海外のメンバーからするとそれを一からやるっていうのはもうめちゃくちゃ難易度が高いんですよね。なのでね、最初の1ヶ月っていうのは本当にヘトヘトなんですよ。でさらにインドのメンバーに関して言うと、ベジタリアンのレストランがないみたいな感じですよね。ビーフ、牛っていうのはね、インドで言うと神様みたいに扱われるんです。ヒンドゥー教の人にとってはね。それが例えば日本に上陸するとね、吉野家っていうのがあったりとか、松屋っていうのがあって、ビーフボール、牛丼があるわけなんですよ。これはもうびっくりしちゃいますよね。みんななんだかんだ言って 2,3 ヶ月後すると食べ始めるんですけどねそれは置いといて、つまりベジタリアンの料理っていうのがないんですよ。そうするとベジタリアンの人っていうのは、いわゆるその肉を食べない人のことを言うんですけれども、感覚的に言うとね、3割ぐらい、いや4割ぐらいの人はベジタリアンなんですよね。確かに日本に来てベジタリアンをやめてノンベジタリアンって言って、肉も食べ始めるメンバーもいるんですけど、やっぱりね、肉ちょっと苦手っていうメンバーもいるんですよ。そういうメンバーにとってみると、日本食ってね、結構やってみると刺身も肉だし、なんとか丼って基本的にお肉じゃないですか。なんとか定食だと魚多いです。刺身、魚も多いし、やっぱり肉系が多いんですよね。なので食探しに苦労するっていうのもちょっとあったりします。なのでみんなね、日本の食事頼んでみたいんだけどないんですよ、単純にベジタリアンの食事っていうのが。だから結構インド食になったりみたいなところもあります。こんな感じでね、インドから日本にやってくると、みんなね、いろいろいいところもあったりするんだけど、大変な部分っていうのも結構こんな感じであるんですよね。最初の1ヶ月2ヶ月っていうのは、例えばみんなね、会社に入ってきてもらったらすぐにパフォーマンス出してほしいとかも思うかもしれないんだけれども、めちゃくちゃ大変なんですよ。しかもなんか会社に来たらね、1分とか2分とか遅れないで来てねみたいな時間もね、日本の会社流に合わせていかなきゃいけないじゃないですか。彼らなりにはすごいいろいろな環境の変化にこの1ヶ月2ヶ月でガーって囲まれるわけなので、私が一番言いたいこととしては、とにかく寛容に見てあげてねってことなんですよね。皆さんも初めて海外で働いたら最初の3ヶ月とかはもうサバイバルなんですよ。とにかくサバイバルなんですよね。なんで、今皆さんが日本にいるうちはなかなかイメージしにくいかもしれないんですけれども、日本にいるうちは私たちはホームなわけなんですよ。なんでインドから来たメンバーがいろいろね、こういう風に思ってるよっていうのは今日はちょっと簡単にシェアしたので、ぜひ皆さん温かく迎えてあげてください。ということで今日は初めてインドから日本に来て働き始めたインド人の気持ちということで、インド人に代わってお話ししてみました。この動画がいいなと思った方はぜひ評価ボタンとコメント、そしてチャンネル登録をお願いします。